こんにちは、Python VTuber のサプーです。今回は ChatGPT っていう機械学習モデルの API が3月1日から一般公開になったので、その API を使って議事録の要約プログラムを Python で作ってみようと思います。ChatGPT の仕組み自体の解説はこの動画では扱っていないんですが、Python から ChatGPT の API を使う方法や、それを使って簡単なアプリを作ってみたので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは Python に関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。また、メンバーシップ会員しか見れない動画、ライブもあるので、興味がある方はメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず、チャット GPT って何ってことなんですが、チャット GPT は OpenAI が開発した自然言語に関する機械学習モデルです。このモデルは大量のテキストデータを学習していて、テキスト生成とか文章要約とか質問応答ができます。今かなり話題の技術なので、なんか聞いたことあるなって人が多いんじゃないのかなと思います。じゃあ、チャット GPT が実際にどんなことができるのか、言葉だけよりも実際に触ってみた方がわかりやすいと思うので、まず API を使った操作の前に、公式の Web ページでチャット GPT を使ってみたいと思います。まず、チャット GPT を Web 上で使うには、OpenAI のアカウントを作成する必要があります。Web ブラウザーでこちらのページにアクセスして、この Try Chat GPT っていうところを押してください。そうすると、こんな画面が出てくるので、サインアップの方を押します。ちなみに、先ほどのチャット GPT の URL は概要欄に貼っておきますね。で、名前とかメールアドレスとかを指示に従って入力してください。途中で本人確認のため、指定した電話番号に SMS が届いて、6桁の認証コードが送られてくるので、ウェブページ上で入力して本人確認を済ませてください。アカウントが作成できて、チャット GPT のウェブサービスにログインすると、このような画面が表示されると思います。使い方はとっても簡単で、ちょっとわかりにくいですが、この一番下のテキストが入力できるところがあるので、ここにチャット GPT に聞きたいことややらせたいことを入力します。よくあるのは、何かの質問に対してチャット GPT に答えてもらう使い方ですね。例えば、虹はどうしてできるのですかというふうに入力して、エンターを押すと、こんな風にチャット GPT が答えてくれます。もしもこの説明が長くて分かりにくいなと思ったら、この会話の続きとして、もう少し簡潔に教えてくださいって入力してエンターを押すと、こんな風に一度答えてくれた内容を要約して短い文章で答えてくれます。文章自体もかなり読みやすいし分かりやすく解説してくれていますね。チャット GPT はその名の通りチャットなので、前のやり取りの内容を考慮して答えてくれるのがすごいですよね。チャット GPT は他にもいろいろできて、テキスト生成として使う例だと、プログラムのコードを作ってもらうこともできます。例えば、QR コードを生成するプログラムを Python で書いてください。これを入力してエンターを押すと、こんな風に回答の欄に Python のコードを書いてくれます。どんなコードを動かせばよいか、それぞれのコードの行の意味までコメントで書いてくれていますね。あとは必要なライブラリーも聞いてみましょう。何かインストールは必要ですかっていう風に入力して、エンターを押すと、丁寧に必要なライブラリーのインストールコマンドを教えてくれましたね。じゃあこのコードを試しに動かしてみようと思います。コードの部分は右上のコピーコードっていうところをクリックすると、コードをコピーできるのでクリックして、こんな風に貼り付けて、で、必要なライブラリーをインストールするために、インストールコマンドもコピーして、貼り付けて、インストールができたので、このコードを実行してみると、こんな風に QR コード .pin っていう画像ファイルが出力されて、QR コードを作成することができましたね。どうでしょう？すごいですよね。Python のコードを書くのも今やチャット GPT が代替してくれます。で、今はこういったことを Web ページ上で行っているんですが、Python のプログラム内でチャット GPT の返答を受け取ることができるのがチャット GPT の API です。その API が3月1日に一般公開されたってことなんですよね。
でも、チャット GPT 自体は公式のウェブページで使えるんだから、別に Python で扱う必要あるのかなって思うかもしれませんが、例えば自分が作ったアプリの一つの機能で、チャット GPT の機能を付け加えたい場合は、Python 側から扱う必要がありますよね。なので、アプリを作成するエンジニアとしては、チャット GPT の API が公開されたことはすごく嬉しいことですね。今回は動画の冒頭でもお話しした通り、議事録を要約するっていうアプリをチャット GPT の API を使って作ろうと思います。議事録でも誰々が何々を言ったっていう会話だけが羅列してあるタイプの議事録って後から見返しても分かりにくいですよね。そういう時にこの議事録の要約はこうですっていう風にプログラムで作れたらすごい便利だと思いませんか？それをこのチャット GPT の API を使って自分で作っちゃおうっていう試みです。それでは今回の本題のチャット GPT の API を Python から呼び出す実演をしてみたいと思います。まず OpenAI API のページを開きます。そしたら、サインアップっていうボタンがあるので、一旦サインアップっていうボタンを押して、で、ここにログインっていうボタンがあるので、ログインを押します。そして先ほど作ったアカウントでログインをします。ログインするとこのような画面になると思うので、この右上のアイコンのところを押して View API Keys っていうところを押します。そうするとこのような画面が表示されるので、ここの Create New Secret Key っていうのをクリックします。そうするとシークレットキーが生成できるので、これをコピーしておいて、自分しか見れない場所に保管しておいてください。で、このウェブページは一旦閉じて、そして環境変数 OpenAI API キーに先ほど作ったシークレットキーを設定しておきましょう。Windows の人は PowerShell で$env OpenAI API キーイコールで先ほど取得したシークレットキー。Mac の人はターミナルで Export OpenAI API キーイコールさっき取得したシークレットキーで設定してください。ただし、このコマンドは一時的な環境変数の設定のため、コンソールを閉じると設定が消えてしまいます。なので、コンソールを閉じずに、そのコンソールで Python のプログラムを動かしましょう。次に pip インストールで OpenAI のライブラリをインストールします。インストールが終わったら Python のコードを書いていきましょう。まず、import OpenAI で OpenAI のライブラリをインポートしておいて、OpenAI のチャットコンプリーションのクリエイトメソッドを呼び出します。引数はまずモデルを指定します。これはチャット GPT のモデルの名前で、今この動画を撮っているタイミングでの一番高度なモデルは GPT-3.5 のターボなので、モデルの引数に文字列で GPT-3.5- ターボという風に設定します。もしもこの動画を公開したタイミングよりも結構後にこの動画をご視聴いただいた場合、もっと良いモデルが公開されているかもしれないので、公式ページを確認してみてください。この動画の概要欄にチャット GPT API の公式ドキュメントの URL も貼っておきますね。次にメッセージを設定します。メッセージ図は辞書を要素に持つリストを渡します。で、そのリストの要素である辞書は、ロールとコンテントっていうキーを持つ辞書になります。この一つの辞書が一つのメッセージっていう意味です。ちょっと何言ってるか分かりにくいかもしれませんが、完成したら意味がわかると思うので、先に進めましょう。で、この辞書のロールはそのまま役割っていう意味で、ロールに指定できるのは、システムとユーザーとアシスタントの3種類です。どの役割の人がどんな内容のメッセージを送ったのかっていうのをこの辞書で表しているっていう感じですね。システムはそのままこのチャットのシステムのことで、ユーザーはチャットを使う側、つまり私たちのことで、アシスタントはチャット GPT 側のことです。で、まず一番初めのメッセージでは、システムがチャット全体の初期化をするところから始めます。ロールにシステムを設定して、コンテントに You are a helpful assistant っていう風に設定します。これはお作法だと思ってこの通り書きましょう。そして次のメッセージでは、ロールをユーザーにします。つまり私たちですね。コンテントに自分がチャット GPT に投げかけたいメッセージを設定します。じゃあ今回は、なぜ月は満ち欠けをするのですかっていう風に設定してみます。
チャット GPT のレスポンスは、このクリエイトメソッドの戻り値に格納されるので、戻り値をレスっていう変数に代入します。で、このレスは辞書オブジェクトになっていて、レスのチョイシーズの一つ目の要素のメッセージのコンテントっていうところの中に、チャット GPT からの返答の内容が入っています。なので、このようにアクセスして、それをレスコンテントっていう変数に代入して、それをプリント文で表示してみようと思います。これで先ほど環境変数を設定したコンソールから、このスクリプトを実行してみると、ちゃんとなぜ月は短くするのですかっていう質問の回答が表示できました。レスポンスオブジェクトをそのまま表示すると、このメッセージのロールやタイムスタンプや使われたモデルやトークンの数なども見れるので、興味がある方は見てみてください。さらにさっきみたいにチャットの続きとして、この答えに対してもう少し簡潔に教えてくださいって送りたい場合もやってみましょう。このメッセージ図の続きで、まずチャット GPT からの返答のメッセージを追加します。先ほども言った通り、チャット GPT のロールはアシスタントなので、ロールをアシスタントに設定して、コンテントのところに、さっきの返答の文字列を設定します。今回はこれをコピーして、こんな風に貼り付けちゃいます。そして追加でこちらからの要望としてメッセージを追加します。ロールをユーザーにして、コンテントにもう少し簡潔に教えてくださいっていう風に記載します。どうでしょう？こういう風に見ると、だいぶメッセージ図に設定するものが何かがわかりやすくなりましたね。さっき Web ページでチャット GPT とメッセージのやり取りをしましたが、一つの質問が一つのメッセージになっていて、それに対する回答が一つのメッセージっていう風な形になっていますね。これを先ほど環境変数を設定したコンソールから実行してみると、こんな感じで簡潔な文章が得られましたね。じゃあこれを要約アプリとしてもう少し作り変えたいと思います。これから作るアプリの大まかな処理としては、テキストファイルに文章が書いてあって、その文章を Python で読み込んで、チャット GPT にこの文章を要約してくださいっていう風にメッセージを送って、戻ってきた返答を別のファイルに書き出す、こういう流れにしたいと思います。要約対象のファイルのパスの指定はキーボード入力から受け取る形にします。なので、このコードの不要なメッセージなどを削除して、インポート文の下に、インプット、要約したい対象ファイルのパスっていう風に書いて、キーボードから要約したい対象のファイルのパスを受け取ります。で、このファイルを読み込んだら、ファイルの内容をテキストっていう変数に代入します。念のためにエンコーディングを UTF-8 に設定しておきます。で、メッセージ図の1番目のチャットの初期化のメッセージの後ろに、ロールがユーザーで、コンテントにチャット GPT に送りたいメッセージを設定するんですが、ここを、この文章を要約してください、テキストっていう風に読み込んだテキストの内容を埋め込んであげます。あとは、レスポンスオブジェクトから返答部分を取得するのは先ほどと同じなので、取得した返答部分をファイルに書き出します。出力するファイル名ですが、今回は output.text で固定にしちゃいます。これもキーボードから入力してもらうようにしても良いかもしれませんね。で、先ほどと同じように、環境変数を設定したコンソールからまたこのスクリプトを実行してみると、まず要約対象の議事録ファイルのパスを入力する必要があります。今回使う議事録は国民に一般公開されている国会の議事録で、第211回国会衆議院財務金融委員会第2号っていう会議の議事録を対象にしたいと思います。ウェブで検索すると国会の会議の議事録がテキストでダウンロードできるのでそれを使ってみます。そのファイルがこちらになります。先ほども言いましたが、こういう誰が何を言ったっていうような議事録って後から見たとき結局結論は何だったんだっていうのが分かりにくいですからね。こういう議事録に対して今回のアプリを使うとすごく便利だと思います。ただし、チャット GPT のモデルはトークン数の制限があって、今回のモデルの場合は4097までなので、後半の部分は削除して短い議事録にしました。
ちなみにトークンっていうのはチャット GPT のモデルから見た時の文章の最小の単位のことです。この議事録がこのスクリプトと同じ階層に置いてあるので、この要約したい対象のファイルのパスのところにこのファイルを指定してあげて、これでエンターを押すと、このスクリプトと同じ階層にアウトプット .txt が出力されました。この中身を見てみると、この文章は財政金融委員会の中で行われた質疑応答の内容であるみたいな感じで、ちゃんと要約された内容が出力されているようですね。今回作ったスクリプトの全体はこんな風になっています。今はまだスクリプトを実行する形でこのプログラムを起動していますが、例えば Tkinter を使ってデスクトップアプリとして作り変えたり、ストリームリットを使って Web アプリとして組み込めば、だいぶちゃんとしたアプリっぽくなると思います。ちなみに Tkinter やストリームリットの動画も出しているので、よければ見てみてください。また最後にチャット GPT の API は料金がかかるので注意してください。一番初めにアカウントを作ると$5分のお試し利用が割り当てられるんですが、それがなくなると1000トークンあたり$0.002ドル、日本円だとだいたい$0.27円ほどかかるようです。個人的にはチャット GPT はお金がかかるとはいえ、こんなすごい機能がかなり安い値段で使えるなっていう印象でした。今回の動画は以上になります。チャット GPT どうでしたか？すごい技術だな、すごい可能性を秘めてるなって感じですよね。ぜひこのチャット GPT で遊んでみたり、普段の作業の効率化に使ってみたり、API を使った何かオリジナルのアプリを作ってみてもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。